こんにちは、ヨギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから、実技の敷地継ぎ手の方をやっていきます。今日やるのはこの L ですね。L で接続するものをやります。で前回これ前回やった T で接続する、腰掛けあり掛けというものです。でこれではなくて、今回は L のこれですね。こういうやつ、L になるやつ、をやっていきたいと思います。これ何が違いますかっていうと、そのあれの部分が、片方に寄ってるんですよ。っていうのが、違いになります。で、じゃあ今までやってたあれじゃダメなのか、そのあれ掛けじゃダメなのかっていうと、やはり角の部分がすごい弱くなってしまうので、そういうふうに寄せるということをしています。で、実際にその違いを見ていただければわかると思うので、今こちらの方で、見ていただきたいと思います。まずこれが、通常の、あり掛けです。で、これが片ありですね。になります。で見ていただければ分かるんですが、センターにアリがあるのに対して、アリが片方に寄ってるよと、内側に寄ってるよというのが片アリになります。でこれはなぜかというと、この面で切っちゃうと、すごい、この残りの部分が少ないので弱くなってしまいます。なので、内側に入れて作ってあげるということをやっているということですね。で、例外的にというか、古い建物、古民家とかだと、ここの面で切らないで、わざとこの辺から、この面から5センチとか逃げたところで切ったりとか、っていうことをしている、建物もあります。それは、この片ありだと、やっぱり接続する力が弱い。これに対してだと、どっちが強いかといったらこっちの方が強いと。なので、この欠損を保つ部分で、欠損をカバーする意味でここを長くしてあげて、ありかけで、角の部分もやりますよ。という古民家もあります。でただ、現代においては、ここは、ボルトでここ金欠したり、あと基礎と、金欠したりします。あと、ここが面が出ていないと、ここに構造横板貼れなくなってくるので、切り替えて貼るっていうところもあるかもしれないんですが、それだと構造横板の強度が落ちてしまうので、ここは角を面にしてあげて、構造横板貼りますよというのが、基本なので、現代の建築だと、こっちの片ありを使っていくというのが一般的ですね。でここ伸ばしてやるっていう工務店さんもいらっしゃると思います。それは何を重視されているかというところによるのかなというふうに思います。では、実際に墨付けの方をやっていきたいと思います。では、右の方を墨付けしていきます。まず、先に芯を書きます。で、この芯から、52.5 いってこっちも、105ですねのところの線を描きます。こっち側は、こっち側切るので、端から端まで描いてください。でこの面から、15ミリの線を描きます。あとこっちの芯ですね。芯なので 52.5 鉄ですね。はい。で、芯から、今の書いたこの芯から、中に15ミリ、いった線も描きます。で、反対側も、今回保存の描きたいと思うので、反対側も15ミリいった線を描きます。アリの方を描きます。で、アリはここの芯の線から15ミリいったここからとここの5点ですね。線の交わったここから、頭を、45でこっち側を、ここですね。芯、面から15ミリいったところと芯のところから、30でつけます。で、これを結びます。この時、この斜めの線もこの面まで伸ばしてあげてください。そして次に、この芯から、ほぞですね。ほぞの方を書きます。45いったところ。
はい、ここが細になって、ここがアリの掘るところになるって感じですね。はい。で、90度回して、これですね。この面を、反対まで、下まで回します。そして、芯も、下まで回して、これですね。こっち側。この線。この線は、半分よりちょっと下まで下げます。はい。で、上から50。上から50です。はい。これが切り墨になるんですが、この切り墨、45度じゃなくて360度回してあげます。なので、これを下まで。なんかしかと。下まで引いて、今度下刃ですね。一番下の面の、はい、結びます。はい。右は以上になります。ここですね。ここの部分が、ここ半分。ここの部分が、取って、ここは残るという感じですね。ここも、ここが細でなくなって、あとは残るという形になります。で、ここも取ってですね。はい。では、荻の墨付けをします。芯を書きます。この芯から、52.5 入った墨。そして今の墨から、15ミリとこの芯も15ミリいった線を書きます。そして、こっちの方向の芯ですね。52.5。52.5。はい。こっち側ですね。こっち側にアリの斜めのものがこっち方向につく形になるので、この芯、これですね、ここ。芯から15ミリ入ったところ、アリの頭になるところが、45。そしてここですね。この点から、この面の隅から15ミリ入ったこの点から、30。で、これを結びます。はい。で、ここは、ここが残って、ここは取るということですね。で、90度回します。で、まずこの頭の隅を、下まで下ろして、次この、面から15ミリ入った隅。これも、上から下までいきます。はい。そして次の隅は、下から、真ん中よりちょっと上から下まで。で、上から50。上から50で、これを結びます。そして180度回して反対の面に行って、また頭の方から。頭の方は下から上まで。それから15ミリ入ったこの線。この線も下から上まで引きます。一番下の線は下から半分ぐらいまでのところですね。で、また書きます。で、上から50。上から50。で、これを結びます。そして、90度回して一番下の面ですね。この一番奥の方、線。奥の線を結びます。はい。
扇の方はこれで完成です。こっち側が残るということですね。これがアリの頭で、ここはなくなるよという感じになります。